こんにちは、サブチャンネルの暗号です。サブチャンネルは気ままに爆上げしそうな暗号資産を探すチャンネルです。今回の話題はこれです。ドーン！最近ソラナが日本で一番上昇しているけど爆上げするのか？原因を探れ！ソラナは処理速度が速いことが売りのブロックチェーンです。時価総額ランキングは10位。日本の取引所にも上場しているので日本でも有名なコインです。チャート。これはソラナの冷やしチャートです。今年2023年の元旦発生は 9.97 ドル。1月に暗号資産全体が上昇する中、ソラナは特に大きく上昇し、2月に年初来高値の 27.1 ドルをつけました。元旦発生から 2.7 倍。その後、ビットコインとイーサリアムは3月に年初来高値を更新しましたが、ソラナの価格は伸びずに4月9日の始めには 20.0 ドル。そっから4日連続の陽線をつけて急騰し、4月12日に 24.3 ドルをつけました。次と、これは日本に上場しているコインの4月9日から現在までの上昇率ランキングです。日足の終値をもとに計算しているので、高値と安値は正確ではありません。だいたいこのくらいと考えてください。買価コインや小判など統計サイトで正確な価格を取得できない10個のコインは集計対象外にしています。集計対象は全部で51個。そのうち上位25位を表示しています。4月9日から現在までのソラナの価格の上昇率はプラス 17.3% でダントツの1位です。ビットコインはプラス 7.4% の4位。このように最近のソラナは日本に上場しているコインの中で一番上昇しています。チェンジ！これは今年2023年1月1日から現在までの上昇率ランキングです。ソラナの上昇率は 130.9% の2位。2.3 倍。1位はガラで 2.4 倍。ガラは今年1月に 3.8 倍の爆上げをした後下がってきています。ビットコインは 1.8 倍の6位です。このように今年のソラナは年初価格の2倍を超え、日本に上場しているコインの中でトップクラスの上昇をしています。ソラナのプラットフォームの利用状況を確認します。チャート。これは2021年3月から現在までのソラナの TVL です。TVL は Total Value Locked の略で DeFi 市場にロックされている暗号資産をドル金額に換算したものです。TVL の変化を見ることで DeFi 市場の活況具合をある程度把握できます。この動画ではロック金額と呼びます。ソラナのロック金額の過去最高は2021年11月につけた100億ドル。アメリカの量的緩和縮小決定を境に価格の暴落とともにロック金額も急減し、FTX 破綻ショック直前の2022年11月のロック金額は約10億ドル。過去最高からマイナス 90.1%。ズーム！ FTX 破綻ショックによってさらに大きく減少して、2023年1月に2億470万ドルまで減りました。過去最高からマイナス 97.7%。3月中旬から増加傾向がついていて、4月12日は2億8703万ドルです。2億8000万ドル以上は2022年12月以来の4ヶ月ぶりです。チェンジ！これはロック金額ランキングの上位7個のブロックチェーンとソラナのロック金額の占有率です。ブロックチェーンは他にもたくさんありますが、今回はこの8個を比較します。2018年8月から現在までの変化率を表示しています。一番上の青色がソラナです。2021年9月にソラナは占有率を大きく伸ばし、当時はポリゴンやトロンよりもロック金額が多く、イーサリアム・バイナンス・スマートチェーンの次の3位のロック金額を誇っていました。その後減少がつき、FTX 破綻ショックでソラナの占有率だけ急速に絞りました。ソラナが FTX 破綻ショックの影響を強く受けた理由は、
ソラナ財団と FTX が密接な関係だったからです。FTX はソラナ財団から大量のソラナを購入して開発を支援し、全流通量の 16% から 22% を FTX が保有していました。一方、ソラナは FTX の株と取引所トークンを大量に保有していったため、FTX の破綻によってソラナの大量売却と開発力低下が懸念されたことで、ソラナのブロックチェーンから資金を退避する流れが加速し、ロッキン額の減少に拍車をかけたと考えられます。次と、これはソラナの日ごとのトランザクション件数です。過去最高は2021年11月につけた7465万件。その後2000万件前後まで減少したと反発し、2023年4月12日は3281万件。最近は顕著な増加は見られず、平均値で見ると今年1月から減少しています。チェンジ。他のブロックチェーンとトランザクション数を比べると、ソラナはポリゴンの10倍以上あります。ソラナのロッキン額はポリゴンのロッキン額の約4分の1なのに、トランザクション件数は10倍以上という不思議な現象に見えますが、理由はソラナにはボット由来の大量のトランザクションがあるからです。過去にボットの大量トランザクションによって送金詰まりが発生してネットワークが停止することが何度かありました。ちなみに黄色い矢印の2023年2月25日にトランザクション件数が急減していますが、これはアップグレードがうまく機能せずにネットワークのパフォーマンスが低下した影響です。次に、ソラナの最近のファンダはステート圧縮の導入です。ステート圧縮はブロックチェーンに保存するデータを圧縮することでコストを大幅に削減する機能です。例えば NFT を100個発行するときに、今では100個の NFT のハッシュ値を算出してそれぞれブロックチェーンに保存していますが、各 NFT のハッシュ値をつなげて、そこから新たなハッシュ値を算出してブロックチェーンに保存することで書き込むサイズを削減します。つまり複数のハッシュ値を一つのハッシュ値にまとめるのがステート圧縮です。ニュースによると、ステート圧縮によって NFT の発行費用が最大24000倍安くなると試算されています。しかし、4月7日のステート圧縮が発表された直後は価格に反応はありませんでした。以上のように、ソラナのプラットフォームの利用状況とファンタの観点では、単独で急騰した原因は見つかりませんでした。にもかかわらず、急騰した理由は何か。これです。ドン。これは4月9日のソラナとイーサリアムの価格を 0% として、現在までに何%転嫁したのかを表したものです。9日から11日まではソラナとイーサリアムの値動きはほぼ同じでしたが、11日12時からイーサリアムの価格が下落に転じたのと同時にソラナの価格が大きく上昇し始めました。イーサリアムといえば4月13日朝に上海アップグレードが実施され、そのアップグレードによってステーキングされたイーサリアムが引き出し可能になるため価格への影響が注目されています。ソラナはイーサリアムキラーとしての存在感が強いので、イーサリアムのアップデート後の問題発覚と事実売りに備えて、イーサリアムのアップデート前の下落にソラナがプラスに反応した可能性があります。次と、これは2020年以降の高値からの下落率ランキングです。ソラナはマイナス 91.1% で51個中16位。時価総額上位のカルダネやポリゴンに回復が追いつくなら上昇余地はまだあります。次と、これはソラナの予想インフレ率です。予想インフレ率は1ヶ月分の流通枚数の増加ペースをもとに、その増加ペースがついた場合、1年後に何%流通枚数が増えるのかを見積もった数値です。ソラナの予想インフレ率は常に 10% を超えていて、2022年以降の平均は 17.5%。バイナンスでステーキングすると現在は年利 7.5% で増やせるので、長期保有する場合はステーキングは必須です。まとめると、ソラナの単独爆上げの前兆は見当たりませんでしたが、今後の FTX ショックからの完全復活や、イーサリアムの値動きや開発に問題が発覚したソラナの時価総額が大きく伸びる可能性があるので、今後の動きも要チェックします。以上、最近ソラナが日本で一番上昇しているけど爆上げするのか、原因を探れでした。この動画が参考になったらグッドします。爆上げする暗号資産を探すためにチャンネル登録をお願いします。
Twitter では暗号資産の速報しているのでご了承ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。